はい、生コンクリートに21年間心血を注ぎ続けてきた男宮本光恵が語る、生コンクリート動画解説シリーズがやってまいりました。最近僕の中で非常にマイブームのシリーズ庭ファンに勝手に答えるということで、第4弾は、同じく庭ファンというエクステリアの YouTuber インフルエンサーの動画に寄せられた一般の方からのコメント、質問に対して専門家である僕がお答えしようということを続けていきたいと思います。よろしくお願いします。というわけで続きます。しめじあなたさんからのご質問が入りました。ちょっと読んでいきます。何社か見積もりを取ったが、ドマコンの 1.5 倍から2倍する。1.5 倍から2倍する。はい。庭ファンはどのようにお答えするでしょうか。あれ、別の人がぶち込んできましたね。TT7 さん、私も最初ドマコン見積もりからのアスファルト見積もりからのドライテック見積もりして外交業者で聞いたら高かったですけど、直接コンクリート会社に電話したら施工業者を紹介してくれて見積もりしてもらったらドマコンやアスファルトよりも安くてドライテックにしました。いや、いい答えをちゃんとこの人 TT7 さん言ってくれてますね。DIY するならアドバイス料を取られるみたいですけど、さらに安くて結局仲介の業者が入ってるから高くなってるみたいです。見積もりも本体よりも工事費全体の値段って感じです。これで僕のなんか役割なくなっちゃったかなみたいな感じですけど、続き。ニャハンが答えてます。まだまだ普及途中なので高いことが多いですね。二つ目。ニワファン外交の大学の答え。TT7 さんに対して。なるほど。貴重な体験談を共有いただきました。ありがとうございます。僕からもありがとうございます。この場をお借りして御礼申し上げます。ありがとうございます。もっと普及活動を進めて、そういったことがないように微力ながら頑張っていきます。ニワファンありがとう。なんか会ったことないけど、すっげえいいやつニワファン。ということで、私からこの質問に対しての答えをしていきたいと思います。1.5 倍から2倍するっていうことなんですけど、なんとも言いようがないですね、そこは。見積もりする業者さんの考え方が反映されますので、僕から言わせれば 1.5 倍とかならまだありかなというふうに思ってます。これが例えば2倍以上、3倍とか4倍っていうのはもう全然もうお話にならないので、それはもう完全に悪意だというふうに判断してよろしいかと思います。とんでもない、施工業者だっていうことはもうそこで理解されるところだと思います。で、TT7 さんのお話をちょっと引用していきたいと思います。いろいろ、見積もりをしてもらった結果、ドマコンよりもアスファルトよりも安くなったっていうことなんですが、理屈はそうですね、おそらく本人もおっしゃってますが、エクステリア業界にもある階層構造。こういったものに理由があるのかなと。値段が高くなる。で、我が国日本のあらゆる産業に見られるこの階層構造っていうのは、同じくエクステリアにも存在します。一般の皆さんが C、コンシューマーだとして、直接お話をするのは大体ハウスメーカーさんとか工務店さんになるのかな。でもハウスメーカーさんはお庭を作るっていう時には自分たちの手を汚しません。エクステリア専門の業者さんに話を委ねます。で、この業者さん、知らねえよドライテックと。聞いたことねえよということで、なんか知らんけど、もう一回下請けに話が行って、で、下請け業者がなんか知らないけど、商社に、って言って、商社から、やっと見つけましたということで、なんとか建材さんの、方で扱ってるみたいです。つって、なんとか建材さんでは、僕たち生コン屋さんにドライテックちょうだいなということで、ようやく一般消費者が求めていたドライテックっていう商品は、ハウスメーカーさんを通じてエクステリア専門業者さんからその下請け、場合によっては孫請けまであった上で、商社に話がいって、建材店に話があって、生コン屋さんに届くと。で、これが今度逆流するわけですよね。ドライテックが C に届くまで。どういったことが起きるか。はい、生コン屋さんは、ドライテックを、じゃあ例えばその4万円で売りますよって。売りますよっていうふうにちょっとなったわけですよね。でも建材店さんは4万円で仕入れたものを4万円で売るわけにはいかないので、じゃあ4万5千円にしますよと。ドライテックの材料だけで話します。わかりやすく。で、商社はこれに対して 10% 乗せようかなと。じゃあ4万9千円にしましょうねと。で、下請け業者はこれを4万9千円で使って施工込みで、材料代そのまま右から左ってわけにはいかないので、じゃあ5万5千円ぐらいにしようかなと。
で、5万5千円をエクステリア専門業者さんに持ってった時には、6万円になりますよと。で、ハウスメーカーもやっぱりそこで経費取ります。よく 30% とか言ったりしますけど、350円。じゃあ7万8千円になりましたと。7万8千円で1リューベあたりの材料がコンシューマー、一般の方に届くんですが、その差額3万8千円は流通経費、他段階の流通経費に飛んでるわけです。これが、他段階。ここにも TT7 さんが書いてありますが、結局仲介の業者が入ってるから高くなってるみたいです。これはまさにその通りだと思います。で、もう残念ながらなんですけど、現在はエクステリアの産業はそういう構造を敷いているために、僕たちメーカーは悔しいですけれども、結局エンドユーザーさんにこの価値を届けるためにいくつかの流通が存在しているっていうのが事実です。これは本当に変えられないというか変えていきたいなというふうに思います。2つ提案させていただきます。まず1つ目。お庭作りは0円マッチング庭コンっていうサイトがあります。私たち生コンポータルが運営しているサイトなんですが、このサイトでは一般の消費者はこれまでドライテックの施工を経験したことのある施工業者さんに直接無料でつながることができます。よくあるマッチングサイトのように制約したら何%ちょうだいねっていうのは一切ありません。完全無料なので、庭コンに登録されている施工業者さんに直接話を聞いてみるのはありかと思いますので、そういった方法。もう一つ。e コマース。エクスショップっていう、インターネットを使ってエクステリア資材を販売している、専業者があります。どういった方か、どういった会社さんかというと、従来の多段階構造をワンストップでエクスショップさんの方が材料を直接買い上げて、施工を手配して、それを消費者の元にお届けするっていう、いわゆる、ちょっと言葉難しいですけど、中抜きですね。間にいた多段階の、構造を一気にシンプルにすることで、安くきちんとした価値を消費者に届けるっていうことを専業にしている会社さんがあります。いずれも一長一短があるかもしれませんが、とにかくこれまでの多段階構造に対してのセカンドオピニオンとして有効なのではないでしょうか。以上で、先ほどのご質問、1.5 倍から2倍になるっていうご質問、しめじあなたさんからのご質問に対しては、このように僕からはお答えしたいと思います。皆さん、庭ファンに寄せられた質問にはがっつり私がお答えしますので、どうぞ、庭ファンにいろいろ質問をぶん投げていただければと思います。私から以上です。どうもありがとう。また次も楽しみにね、第6弾でお会いしましょう。5弾かな？